どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。本日は現場系のお話ですね。組み立てと検査の融合ということで、もう人口減少がやばいと。これは確定された事実でございますので、もう日本の課題をですね、実際の数字からどれだけやばくなるのかということを表出ししてですね、そうすると検査とかね、組み立ての人員を減らさなあかんわけですね。ということは自動化等が必要になってくるわけですけども、非常に役立つソリューションを見つけたので、今回共有をさせていただきたいと思いますと。スポンサーね、お待ちしてますから、海外出張非常にお金が必要です。ということで、スポンサーもお待ちしてますという感じでございます。ではですね、まず日本の製造業が直面する事実という感じですね。同じことをしていれば自利品になることが確定しております。人口動態、労働人口を表したグラフになっておりますが、この緑のところが労働人口ですね。働けるみたいな、65歳以下みたいな感じですね。人口減少がすでに始まり、2022年はマイナス50万人の衝撃でございますと。2025年には65歳人口が驚愕の 30% ですよ。街に行けばですね、3人に1人はおばちゃんかおじちゃんと、なんたることよという感じでございます。老人が増えても若い人が生まれればいいわけですけども、これ見てくださいよ。出生数は減少傾向が顕著になっております。人口減少は静かな有事と言われるがね、10年前に日本政府も対策をしていればですね、こんなことになってなかったんですけども、見る限り右下に下がってると。ガソリン税補助するぐらいなら子供に多分つけた方がいいと思うんです。一意見ですけどね。ガソリン高いっていうのはわかるわけですけども、未来の子供に投資していただきたいと。残念ながら、ジジイとババア、言葉良くないですけど、ジジイとババア大国日本となることが確定してると。おじいさんとおばあさんがいることは別にいいんですよ。多すぎるっていうのが問題ですね。今までの日本の土壌を作ってきていただいた人ですから、尊敬もしてますが、ちょっと人口減少がやばいと。人口減は日本における製造業のプレゼンスにも影響しているということで、日本の製造業のまず立ち位置を俯瞰していこうと。このようにですね、これものづくり白書2020年から持ってきておりますが、20% が製造業になっておりますし、これ貿易統計です。輸出です。輸送機械でしょ、自動車関係。青のところが電子、電気、半導体とかそういうことですよ。この赤いところが工作機械とか専用装置ですね。半導体製造装置とかロボットでございまして、まさにですね、貿易輸出のほとんどが製造業でございます。この緑色のところも化学製品とかになって、ここも原材料とかですから、ほぼ製造業に生み出されるものを海外に輸出して、それを購入いただけると。まさにですね、ものづくり、そこに付加価値を乗せるのが非常にうまい民族であるっていうのが日本国民であると。では、じじいとばばっかなってくるんですけども、労働人口が減っていくっていうことで、製造業の人口動態どうなっているかということでございますが、製造業で働く人々を俯瞰していきましょうと。まず、こんな感じです。青いところが製造業以外で、この赤いところが製造業人材になっていると。就労者数は日本全体では6700万人前後ということで、ここ最近は変化がないんですね。製造業就労者数は残念ながら毎年減少傾向になっております。若年層も減っているが、人口減少も相まっているので、ここはおもたらし必要ないかなと。一方ですよ、女性です。女性の比率は他産業よりかなり低いと言わざるを得ません。女性の参画を促す必要性があります。台湾に行ってみればですよ、CEO40 歳ぐらいの女性の方がやられてたりとか、もう話してコミュニケーションしてても女性が非常に輝いてるんですね。自分に自信を持って製造業ってちょっと言い方良くないんですけども、ちょっとね後ろにいるみたいなね、そういう立ち位置じゃないですか。そうじゃなくてもっと女性のですね活躍を製造業で促していくみたいな、そういうことが非常に望まれるということも言えると思いますと。結果としてですよ、これ見てください。やはり人手不足であろうと。過去から御社の今年何がボトルネックでしたとか何に懸念を持ってますかっていう統計をそのものづくり白書を取ってるわけですけども、毎年人手不足っていうのが上がってきてるし、2021年から2022年もっと深刻化してるんですね。2021年は 49.7 だったんですが 50% 以上になってると。半数以上の製造業でやばいと。人手不足というものはもう事実である。数字からも決まっててやばいと。なぜ製造業に人が入ってこないんですかと。お賃金なのかということですよ。お賃金が安ければやっぱり人を取るのって難しいわけじゃないですか。このようにですね、小川製作所さんから取ってきてますが、赤いところが製造業ですよ。と見ると金融業に続く日本では相対的に収入が高いものが製造業であるということが言えるわけですね。別の主要転職サイトなんか見てみると製造業、ここが平均値ですからちょっと上位にいると。そしてこの転職ハックさんですね、こっちが男性でこれ女性ですけども、女性も製造業は年収
収がわりかし高いということで、転職サイトを確認しても平均より高い給与体系になっておりますと。一方で、大学生1、2年生になりたい職業、自分が働きたい業界はどこですか、なりたくないランキングっていうのも出てまして、このなりたくないランキング堂々第2位が製造業になっていると。わあ、もう残念ですね。就職したくないランキングで2位になってると。一方で就職したいランキングだと8位ぐらいになってるので、相対的にあれだけ輸出してて、あれだけ日本のプレゼンスを高めてる製造業なんですけども、イメージが良くないと。給与はそれなりだがいいイメージがないということがここから言えるんではないでしょうか。メディア露出が少ないことも要因かということで、製造業って実際何やってんですか？ 3K で汚いきついみたいなね、イメージがある。景気悪くなると町工場とか移すわけです。もうやめてくださいと。メディアさんやめてください。もう仕事ないわみたいなね、暗い社長が出てくるわけですけども、マザックの工場なんか見てくださいよ。もう一面白くてめちゃくちゃ綺麗ですからね。上位層の工場っていうのは本当に綺麗になってます。音調も効いてるわけですから、冬なんかもあったかいわけですよ。メディアであるのは知られざるガリバーぐらいでございますと。そもそも番組があること自体製造業としてはトラスコさんに感謝しないといけないんですけども、ガリバーもですね、忖度ありきの内容なので素人にあんま伝わってないんじゃないかな。レポーターもいつも可愛い女の子がやるわけです。青学の方がやるわけですよ、結構ね。でも勉強してきたのかなこの人本当にみたいな。製造業のことこのレポーター分かってねえだろみたいな人がやってると。ドラマで出てくれば帝国重工みたいなね、三菱重工を揶揄ってるわけですけども、半沢に出てきたね帝国重工もね、大手が悪いみたいなイメージを作るわけですよ、メディアっていうのは。いやいや、もちろん中小でも技術持ってるところは重要なんですけども、日本から三菱がなくなったらお前どうすんねんと。三菱のイメージ悪くしてお前どうすんのと。めちゃくちゃ GDP でかくし貢献してるし、最近の三菱電機さんも変わってきてるみたいな話も聞きますと。つまりですね、生活と遠いんで、なんかよくわかんないし、汚い、きついみたいなね、そういうイメージがあると。実際製造業で働いてる方はですね、輝いてる方本当にたくさんいらっしゃいますと。製造業は人材の確保が難しい立場にあるんじゃないかなと。さらに労働人口は減少していき、今後これが如実に現れてる。今は共働き世代みたいなこと言われてですね、女性も働きに出ないといけないわけですね。そういうのが当たり前化してるんで、やっぱ労働人口って増えてるんですけども、今後おそらく減っていくと。もう確定条件になっておりますと。この困難に立ち向かうには様々な方法がありますし、普段同じようなことをしててもですね、難しいわけですね。ここが知恵の使いどころではありますが、難しいのも現実でございます。まずはお賃金を上げて人を雇い入れると。しかしお賃金を上げるにしてもですね、原資がなければできませんので、原価低減やエンド先との交渉が必要になってきますが、最近ね、工場やりたいということで M&A とかは言ってますよ。多くの中小の協力メーカーの財務状況はもうめちゃくちゃ悪いと。銀行から借金しまくってですね、返せないんで期限までまた借り換えをするみたいなことをやっとるわけですよ。リクルートなどの人材会社の手数料は控えめに言ってクソでございます。クソ高いっていうことですね。例えば掲載するだけでも30万60万かかると。人材ね 30% が手数料で持ってかれますので、500万の人材を雇うにしても150万抜かれるわけですよ。ということで1人当たりの労働時間をね上げると。いっぱい働いてもらっていっぱい残業してもらおうぜみたいなことを考えるわけですけども、しかしながらもう働き方改革これ襲ってきてるわけですね。これ見てください。厚生労働省から持ってきておりますが、もう見事に右肩トレンドでございまして、これ2015年までの統計ですから、今もっとねリモートワークとか増えてもっと少なくなってるわけですね。これも時代に逆行してて難しいと。3番目、多能工化して生産性を上げるといろんなことやってもらおうと。しかしながら現場の改善能力が必要とか粘り強さが求められるんで、これもなかなかね有能な人材がいないと難しいと。で、自動化ですよ、自動化。もう人間にとって代わって機械にやってもらおうっていうことをイメージするわけですけども、これは高度のノウハウが必要だったり、外注するにも高価であり、量産工程というなかなか多品種少量とか難しいわけですよ。ということで人口減と労働時間減にはもうアクションや改革が必要ですけど、そこが難しいと。現場改定は困難であるが、本日は難しいと言われているアッセンブリー工程、ここにちょっとフォーカスを当ててですね、改善の余地がないかっていうことを議論させていただきたいと。アッセンブリと何かっていうと、これ三菱電機さんの写真ですけども、つまり組み立て工程です。組み立て工程とは何ぞやということでございますが、アッセンブリ工程なくして製品は組み上がりません。例えば自動車産業です。このように人またはロボット等を使ってですね、自動で組み立てたり人が組み立てたりして部品を組み付けて完成すると、アッセンブリすると。このような例えば PLC でございますが、筐体があります。そして基板があります。さらに端子がありますと。このような部品を組み付けネジで締結してやっと製品になると。多くの製品は組み立て工程を通って世の中に出てくるわけですね。ということでアッセンブリ工程絶対あると。皆さん今僕の動画を
見ているかと思いますが、スマホで見られてますか？ PC で見られてますか？それもアッセンブリー工程で組み立てられてるわけですね。日本のアッセンブリー工程のポテンシャルと、じゃあこのアッセンブリー工程が日本にどのくらいあるかということでございますと、ソースがこれないので、私のですね、いろんな製造業を見てきたこの知見というガバガバ設定で、おそらくこのぐらいじゃないかなっていうことを設定させていただきました。まず、工場の数ですが、これは実際統計取れてますと。工業系の工場の数は全国に約21万拠点、20万拠点ですね。他にも、例えば物流系が10万拠点、そして食品系もあるんですね。弁当をエッサホッサと作ってるとか、あとケーキを作ってるとか、ポテトチップス作ってるっていう工場が20万拠点ぐらいありますと。工業系は結構あるわけですね。組み立てがある拠点は、この中の 20% から 30% であろうということで、約4万から6万拠点はアッセンブリー工程があるだろうと。そして、実際に製造現場に従事している担当者、現場でね、加工をやったりとか、アッセンブリーやったりとか、そういうことをやってる担当者でございますが、約 60% と仮定して1工場に30人は現場でエッサ、ホッサ、加工、従事する人がいると。製造従事者としてはですね、1000万人いるわけですから、それを20万拠点で割ると、約50人ですね。他の20人は何をやってるかというと、設計やってたりとか、調達やってたりとか、総務広報とかですね、生産技術やってますとか、保全やってますっていうことですね。間接部門がもうたくさんあると、そこがいないと回らないっていうのも事実ですが、このくらいかなと。この中で、さらに30人の中でアッセンブリ組み立てに従事している担当者は約 30% と仮定すると、1工場に対して9人いらっしゃると。9人かけるアッセンブリがある拠点4万かける6万なので、約36万人から54万人ぐらいは、この組み立て作業、組み付け作業を全国の工場でやられてると。もうちょっといそうな気はしますよね。ということで、多くの生産材は人間が組み立てているわけですね。人が組み立てると。フォックスコンみたいなですね、世界最大の EMS は文字通り幾何学でございますと。フォックスコンとか EMS だとペガトロンとかクォンタコンピュータがあるわけですけども、EMS とはですね、エレクトロニクスマニュファクチャリングサービスズと、電子機器の製造受託になります。自分のブランドは持たずに、例えば iPhone とか PC なんかを依頼されて組み立てだけお願いみたいな感じですね。フォックスコン世界最強でございますが、22年の売り上げは29兆になっていると。1工場で一番でっかいところで40万人が働いてるわけですね。分業して人間の手で組み立てるということで、約半分の人は組み立て従事者であろうということで、1工場に20万人ぐらいこのアッセンブリーやっとるわけですよ。ということで、なんでそんなに人がやっとんねんっていう話でございますが、人件費の高い日本でも自動化はもう壁があると。自動化のハードルは、だったらもう人に組み立ててもらうぐらいだったら、もう機械にやらしゃいいやんと思うかもしれません。これ結構ね、ハードル高いんですよ。ロボットを使う自動化、安く見積もっても1000万円でございますと。例えば、タイに行くとですね、ティアワンさんなんかでも、自動車ですよ。ロボットを入れるとコストペイしないから、自ら共同ロボットを作ってるとかね、100万円とか。半自動化、自動化の部分と人がやるところを一緒くたにして考えるみたいなことをやってるわけですね。結構高いと。例えばロボットでこういう風に自動化するっていうと、ロボットの代金ですよ。そして、アルミフレーム安全策とか必要とか、人が入ったらカーテンでセンサーで感知して機械を止めるような機構とか、ロボットのチェンジャーとかですね、コンベアいろいろあるわけですよ。周辺の部材だけで最低500万円はかかります。最低500万かかる。そこに対して構想設計とか詳細設計の設計費用とか購買費用がその他諸々乗ってくると。これはですね、統計的に部材費よりも高いと。約 60% から 50% ぐらいはですね、このような設計費用とか間接費用になってくるということで、つまり装置が500万ならプラス500万必要なので1000万円以上と。さらにそこに技術商社とか間接の方々が入ってくると、さらにもっと高くなるということで、量産品ね、自動車みたいなペイするとか、ラブ4 100万台出るっていうことで100万ロット必要なわけです。そこであればペイするかもしれないんですけども、工程集約は遥か彼方夢でございます。ところがどっこい皆さん、50万円ですよ。50万円で工程集約ができるというふうに聞いたら、どうですかと。20分の1ですから。日本人が大好きな、今回はコストで勝負をさせていただくと。しかも自動化が難しい検査を半自動化させていただきます。100本は一見にしかず、実証でございますと。ということで、素晴らしいソリューションがリコーさんから届いておりますので、実際にこれ使ってみたいと思います。どうぞ。それでは、リコーさんの SC20 の構成部品をまず説明させていただきたいと思います。ここにある40万円のカメラですね。プラス、ディスプレイです。はい、ディスプレイがございます。設定の時に必要になるのが、USB で繋がってるんですが、指示書の読み込ませのための USB、マウス、キーボードですね。こんなものはですね、だいたい5万円前後で揃うと思います。これは録画用に設定がございますので、PC は本来は必要ございません。実際にですね、この電子部品を組み立てていきたいと思います。実際のワークはこんなようなものですね。そこにカバーをですね、
2個つけて、このように組み上がるという、そうですね、ECU なんかをイメージいただければ非常に分かりやすいかなと思いますと。カメラの設定でございまして、このセンサー制御を押していただければ、明るくもしくは暗くすることが、そうですね、今暗くなってこういう風に明るくできたりします。ホワイトバランスということでオートですとかマニュアルですね。白熱灯に適しているものとかですね。ガンマ、そしてフィルター、WDR、反転等がございますね。この ECU が正しいよと、組み上がった状態だよっていうことを覚えさせないといけませんので、キャプチャーをしっかり撮っていきたいと思います。この画像が正しいぞと。はい、保存と。で、他にも、はい。こちら、はい、これもキャプチャーしっかり取っていきましょう。エンターと。そして最後、この樹脂部品ですね。これをかぶせた。これを、さっき21ですので、22、エンターと。それではこれをカバーを外して、検査工程をしっかり作り込んでいきましょう。この作業 ID 設定ですね。3つの画面になっております。で、一番左がこの製品の、例えば型式ですね。で、2番目が作業指示リストになってますので、作業指示書、1ページ分と考えていただければ。で、3個目ですね。一番右側ですね。作業アイテムリストということで、検査項目ですね。そのアイテムリストになっていると。作業 ID リストをまず追加していきましょうということで、追加と。太郎 ECU。2にしましょう。OK です。この指示書を入れていきたいと思います。この指示書1がございます。はい、OK です。はい、開いてください。マスター画像ということで、その組み上がった状態ですね。さっきキャプチャーで撮りましたよね。それを入れていきましょう。20と。キャプチャー画像に対してどこを検査するかはですね、この画像をクリックいただければ出てきますと。まずは基準ポイントということで、工場によってはしっかり位置決めジグがある場合は位置がバチッと決まってるかと思うんですが、ここが位置決めがされてないと。どの部分から位置を設定していくか、それを決めていくと。基準ポイント。あります。この基準ポイントでこの左上を囲ってこれを1基準にすると。基準ポイント探索エリアということで、この探索エリアをこのようにすればですね、全体から探すよりも小さいところから探してくれるので、処理が少なくなるということで、早く位置決めができるようになります。続いてチェックポイントです。これどこを検査していくかになりますが、その前にですね、まずちょっとでっかくしましょうと。ババンと。でっかくできます。この SD カードがしっかりはまってるかどうかを設定しましょう。はい、できました。このボタン電池ですね。今は四角形でございますが、円形でこのボタン電池がしっかりはまってるかどうか、これテイク4回目になっておりまして、もうだんだん作業慣れてまいりましたと。保存でございます。これだけです。で、あとは、この SD カードとボタン電池をはめるのに何秒なのかと。そのサイクルタイムですね。これを入れていこうと。20秒ぐらいではまるだろうと。で、上限時間ということで、この上限を過ぎれば NG になってしまうという時間を決める。その決めた後、画像を保存するかどうか。トレース等でね、保存が必要な場合は保存するを設定いただいて、例えば PLC に外部出力するということであれば、このアウトも設定ができますと。反映をしていただいて、閉じると。OK です。このカバーがついてるかどうかで判定をしっかりしていきましょうと。同じように作業設定ですね。どの作業指示書になるのかを設定。JPEG ですね。さっきはね、ワークの中の部品の形状でございましたが、これ色とかそういったものでも認識ができると。パラメータ設定を表示すると。ここにチェック方法として形状、色識別、質感等がございますので、今回色と。入った。保存ですね。このカバーをはめると。3回繰り返せばもう楽勝ですよ。もう覚えましたよ。オプション料金を払えばですね、QR コードの読み込みもできますが、今回は画像として認識をしてあげましょう。はい。準備は整いましたので、SD カード、そしてボタン電池、カバーがない状況で組み立てて、OK、NG、判定をしていこうと思います。作業をスタートしていきたいと思います。スイッチオン！まずは SD カードをぶっ刺します。そしてボタン電池をセットする。どうだろう。はい。OK 出ましたね。続いて、カバーでございますね。カバー、本当はネジ締めでございますが、つけるだけと。はい。色判定ですね。はい。OK です。で、こういう風に OK が出ると、もうご認識いただいた通りですね。この作業指示書がどんどん変わっていきますと。で、最後、この側でございます。こっちかな？はい。OK ですということで、作業指示もできたし、なんと組み立てしながら検査も同時でできると。素晴らしいですね。今度は僕、さっき1時間ぐらい説明聞いただけでも設定できるわけですから、生産技術ゴリゴリの人なんてこれ聞いてもう買いたいとなってることでしょうと。このカメラ40万ですから。これ全体で50万しませんから。それで、組み立てと検査、両方ともできると。素晴らしいじゃないですか。ということで、お返ししたいと思います。
はい。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか？これで良くない？ 50 万円ですよ。SC20 の特徴でございますが、まず、パソコンが不要でございます。これでかいでしょということで、このような構成でいけますし、カメラですよ。ワークサイズに合わせて選定可能。例えばワークがどんどんでかくなれば、カメラね、見れる範囲が広くなるわけですから、これがカメラ、どのサイズでも40万円になってると。周辺設備ですよ。もちろんディスプレイは必要だとしましょう。USB ハブとかマウスとかね、キーボード、必要なものだけ選定。これ全部でおそらく50万円いかないと。PLC も接続が可能だったりしますし、一つの PC でコントロールも可能でございます。デモではちょっと補足しきれなかったんですけど、過去モデル、これあったんですよ。一つ前の SC10A というモデルがあったんですけども、この画素数が100万画素と、はっきり言ってクソです。800万画素に今なってると、めちゃくちゃ鮮明に見える。800万画素ってどのくらいかっていうと、ものづくり太郎初期頃の動画、800万画素の画素数で僕動画撮ってましたので、非常に鮮明に見えるわけですね。ちなみに100万画素でも結構高くて、競合のビジョンなんかは数十万画素になってたりするわけですね。こういう風に昔はこんなんですけど、非常に鮮明になりましたと。画像で OJT が可能なので、指示書が出てくるじゃないですか。なので、次はこの部品組み付けてね、みたいなことも指示ができるって人間が言わなくてもいいわけなんですね。デモで表現しきれなかったが、いろいろな判定が可能でございまして、パターンマッチとか、ネジが閉まってる、ボルトが閉まってるとか、色の識別もできるし、あと質感の判断もできるわけですね。画像で検査して NG なら手順を戻るというか、そこで止まりますので、どこで NG が起こったか、みたいなこともわかると。ワークが変わっても、その都度手順を簡単に今僕がデモしたように作成ができると。追加費用も必要ございませんと。目視検査の代替として人気は下がりますよね。確認以外もできるところがさらにいいということで、そもそも今までの現場やビジョンは目に勝てなかったわけです。どうしても。目っていうのは脳との組み合わせですけども、かなり素晴らしいんですね。ここ傷があるなみたいな判断っていうのはものすごく高度な処理をしていると。つまり人間が優位で、それほどまでに人間の脳と目は優秀であると。その一部を代替する素晴らしいソリューションになっていると。例えば配膳とか組み立て後の検査とか出荷等のフレキシブル性に加え、ここら辺全て見れますよと。工程の指示ができるため品質を高めることも可能ですし、熟練度の差も埋めることが可能と。さらにどこで NG、どこで組み立てのボトルネックになってるとか難しいっていうことがデータ取りできますので、現場の改善もさらにできると。ぶっちゃけ目には勝てないんですけども、一部代替は可能ですよね。しっかり配膳できてるかとか、しっかり物の並び方がいいかとか、組み付け場所 OK かみたいなですね。ちなみにこれは世界で初めてのソリューションになっておりまして、多品種少量に適用できる代替ソリューション。今までは競合はこんな感じですと。これはですね、量産に適していると。確実的なビジョンだったんですが、リコーは SC20 はここにあります。自動化がコストペイしない手組みに導入が可能。カメラ1台40万円です。さらに多能効果できるビジョンと、競合が不在のマジで新しい回答になっていると。すでに EMS から引き合いがありますと。40万円っていうのはやばいので、皆さんね、アッセンブリ必ずと言っていいほどあると思いますので、いかがでしょうか。こんな場面に使えます。例えばネジ締めチェックですね。漏れもできますと。装着されてるかとか、コネクターとかヘラマンタイトンですね。結束バンドがついてるのとか、不織布も確認できると。質感でね、わかると。同梱物の入れ忘れとか、オプションによってこれ必要あるよないよっていうことがわかるし、あと印字も確認ができるんですね。仕向け値によってこの段ボール合ってますみたいな確認もできますし、あとエンブレムの判定ですね。プラスロゴや文字とか QR コードも読めると。これオプションですけど、OEM 先ごとで違ったり、仕向け値の言語の違いですね。作業結果をプリンターに出力すること、CSV 出力も可能なので、ログとしても使えますと。組み立て検査の融合ですね。組み立ての後、検査しないといけない、品質担保しないといけないっていうことを、この40万円で代替できると。しかも作り直しても何回でもこすれると。人口減少が迫る日本の課題、ここに対しての回になるんじゃないでしょうかと。解説以上になります。お疲れ様でございました。そしてオプション機能となりますが、バーコードや QR の読み込み OCR にも対応しております。今回は自動化というかですね、多能効果のソリューションですね。現場のソリューションということでいかがでしたでしょうか。生産技術系のお話でございましたが、半導体、そして工作機械、さらに FA 自動化制御ですね。あと自動車の動態なんかもまとめておりますので、製造業系人材であればぜひチャンネル登録いただいて応援してあげてください。そして少しでも刺激になればいいねボタンを押していただけると励みになりますし、スポンサードお待ちしてますからどうぞよろしくお願いします。そして次回の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。
2023年もですね、残りわずかとなっております。2024年のですね、仕事依頼もだんだん増えてきておりますが、PR 依頼ですね、少し枠がございますので、ぜひお待ちしております。そして、講演会ですね、もう毎日のように引き合いが来るんですが、こちらも合わせてですね、2024年のお引き合いをお待ちしておりますので、ご希望があればですね、Twitter の DM もしくは、YouTube の概要欄のメールアドレス宛てによろしくお願いします。お待ちしております。次回はですね、ちょっとやばいです。やばいソリューションを持ってきましたので、今回ね、工作機械系ですけども、ぜひね、皆さんに見ていただきたいと思ってますので、お楽しみにお待ちください。ということで、以上です。お疲れ様でございました。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。